1941年、東南アジアの資源を目当てにアジア太平洋戦争を始めた日本帝国は、最大の目標、石油の大産地であるランニン、すなわちオランダ領東インド、現在のインドネシアに、翌年1月から侵攻。製油施設があるボルネオのバリクパタンとスマトラのタレンバンを制圧し、2月末までにジャワ島を包囲。3月9日にジャワのバンドンでランニン軍を降伏させ、終戦まで占領した。日本はオランダの過酷な植民地支配からインドネシアを解放した。なんて言い草のどこがデタラメなのか、いよいよ直接切り込んでくよ。前回見ておいたオランダの植民地支配と比べることもできるね。歴史を歪めて日本の侵略を美化したいやつの最後の砦みたいなところだからね、インドネシアは。でも、独立させたのは事実でしょ？まさか。日本帝国が自ら進んで日本自身から解放した土地は地球上のどこにもないよ。それを言うと、一言で全部終わっちゃうね。この動画では、日本が占領してから無条件降伏するまでのインドネシア独立をめぐる動きをおさらいするよ。いきなり難題、検閲済み、治部隊って。ジャワ島を占領した日本軍が作らせたプロパガンダ映画だよ。映写機を持ったチームが巡回して島中で見せて回ったんだな。これは誰かを出迎えてるんだな。日本軍が上陸した次のシーンだよ。随分歓迎されてないかい？プロパガンダ映画だからそう見えるように絵をつなげてるよ。でも初めは勘違いして歓迎した人が多かったのは事実らしいの。解放してくれると思ったのかな？最初に勘違いを解いておくよ。これが日本帝国の望んだインドネシアの扱い。大東亜勢力指導大綱。御前会議で決めたってことは最高レベルの意思決定ということかな。マライ、スマトラ、ジャワ、ボルネオ、セレベスは帝国領土と決定し、重要資源の供給源として極力、この開発と民心の把握に努める。これらの地域では、原住民の民度に応じ、政治に参与させるよう努力する。ニューギニアなどは、これに準じて、後で決める。ってことは、今のインドネシアの主要部分とマレーシア全部を日本の領土にするつもりだったんだね。これを決めたのは占領して1年ちょっと経ってからなんだけど、占領する前から独立運動は抑えつける方針だったんだよ。これが占領の方針を定めた文書。軍事資源の確保が最優先。占領軍は自分で飯を調達しろ。占領地の扱いは後で決める。独立運動は抑えつけて、重圧は我慢させろ。ここら辺、インドネシアの人は知らなかったってことかい？知らないどころか逆の話を聞かされてたんだよ。これは外務省が戦後すぐにまとめた記録。軍司令部は作戦と占領統治を楽にするため、ラジオを使ってインドネシア民族の自立を宣伝した。これは NHK の記録にも残っててね。民族運動がインドネシアの国歌に選んでオランダ当局に禁止されたインドネシアラヤという曲をオーケストラの演奏で録音して毎日流すことまでやったの。ラジオってことは短波の国際放送かな？短波放送なら電波が電離層で反射するから遠くの国にも直接放送できるけど、短波のラジオを持ってた人インドネシアにどれくらいいたかね？許可を取ってラジオを持ってた人は1939年で25,000人。短波ラジオの内訳はわかんないけど、それだけしかいなかったら一握りの人にしか届かなかったんじゃないの？民族運動の指導者たちには届いてたんだよ。証言が残ってる。なるほど、指導者たちは喜んだわけだ。ちなみにインドネシアラヤのサビの歌詞はこうだよ。独立って4回も言ってるね。これを放送しまくったら日本は独立を支持するって思うわな。今紹介した NHK の記録でも東亜民族の解放とか言っちゃってるしね。こういうノリでプロパガンダを毎日ラジオで放送してたんだよ。Tanggal 29 bulan 4 yang lalu。でも、プロパガンダが指導者たちに届いただけなら、日本軍が民衆に広く歓迎された説明にはならないよね。その点については、他に3つのことが言われてる。第一に、大恐慌の痛手から立ち直れず、経済的に苦しくて、民衆に鬱憤が溜まってたの。ああ、それ、前回の動画でやったね。第2に、ジャワ島にはジョヨボヨの予言というのがあって、日本軍がちょうどその予言に当てはまると思われたのね。ああ、北の方から黄色い肌の人がジャワ島に来て、白人を追っ払って、トウモロコシの実がなる頃に去っていくって話ね。昔、そんなことを誰かが言ったっていう話だけどね。
で、3つ目の理由は、日本製品の評判が良かった。製品の評価と国の評価は別じゃないの？戦後の日本だって、カメラや電化製品で人気を取って、随分名誉挽回したじゃない？ 1980年代の話だね。昔の日本製品は強かったね。1930年代のラインでも、日本製品はシェアを大きく伸ばしたんだよ。安くて手頃な商品を売り込んで。オランダ本国よりシェアが高かったのか。繊維と日用品で。庶民の生活にも商品が行き渡って、評判を上げたのね。下手なプロパガンダより効果があったと言われてるよ。で、結局、日本軍はインドネシアの期待にどこまで応えたのかな？それを語る上で、はじめに重要なことを言っとかないと。ほい。日本軍はインドネシアを3つに分割して占領して、バラバラに動いたの。ほほ。ジャワは陸軍の第16軍、スマトラは陸軍の第25軍がマレー半島と一緒に占領、残りは海軍が担当したのね。陸軍と海軍で分けたら、両方を指揮できる人がいなかったんじゃないの？インドネシアを一つのまとまりとして扱う意思がなかったとも言える。独立運動の人たちはインドネシアを一つにまとめようとしてたって前回の動画でやったじゃないの。独立運動をめぐる動きはこの後ほとんどジャワで起きたんだけど、スマトラや海軍地域にはあまり広がらなかったんだよ。ってことは日本軍のサービスはジャワが一番良くて他は切り離されてたってことかな。そのジャワでも何かサービスしたって言えるかどうか、まずはこれから見ていこうじゃないの。何これ、字が小さくて読めないわ。ジャワを占領した第16軍が出した布告の第2号から4号の抜粋だよ。団体を作ってはダメ。集会もポスターも禁止。許可を取らずに他の島に行くのも禁止。政治活動とか政治的な発言も禁止。旗を上げるときは日の丸だけ使え。よって、インドネシアの旗は禁止。民族運動とか全然できそうにないね。散々アジア解放とか煽っておいて、民族の旗ばかりかインドネシアラヤを歌うのも禁止したんだよ。日本から毎日放送してたくせに。派手に裏切ったもんだよ。これを見てよ。スマトラのパレンバンで占領のすぐ後に現地の人をパレードに動員してるんだけど、日の丸しかないでしょ。インドネシアの旗は赤と白の横縞だったね。そうだよ。これはジャワの映像で、昭和天皇の誕生日、天長節に派手な祝賀行事をやってるんだけど、インドネシアの紅白旗、メラープティは一本もない。なんかスローガンを持ってる人がいるね。占領直後に第16軍の宣伝班が思いつきで仕掛けた三名運動っていう民衆動員だよ。アジアの光、日本。アジアの母体、日本。アジアの指導者、日本。自己陶酔丸出しじゃないか。何をやりたいのかもはっきりしないまま、半年足らずで尻すぼみになっておしまいになったんだけどね。ずいぶん間抜けな話だな。でも、俺様が支配者だというマウンティングは最後まで続けたの。例えば、これとか。戦時月報、富集団。マレーとスマトラを占領してた第25軍だよ。で、こんなこと書いてる。日本人に敬礼するよう通達して、尊敬させるようにした。はい。敬礼はともかく、日本兵に挨拶しないでビンタされた話、あちこちに残ってるよ。この絵はシンガポールで展示されてるけど、ジャワのスラバヤで撮影されたフィルムには、こんなシーンがある。バスの車掌さんか。日本の軍人だけお辞儀されて、しかも運賃無料かい。極めつけは、ご近所の集まりでやらせた。これ。よあい。さけれー。なんだいこりゃ。皇居を遠くから拝ませてるわけ。9割がイスラム教徒の人たちにメッカと全然違う方角を向かせて礼拝まがいのことをさせたんだよ。イスラムの礼拝は必ずサウジアラビアにある聖地メッカの方角に向けて行うよね。そうだよ。この映像は断食明けの礼拝だけど、アラーが唯一の神だからメッカじゃない方角への礼拝はありえないんだよ。宗教を踏みにじったんだね。後で反乱の原因の一つになったくらいひどい話だよ。しかし自分の王様を拝ませるのってこってり植民地扱いだね。そのつもりだったのは初めに見た通りだよ。そのために作ったがんじがらめの支配体制の末端がこのご近所の集まり、隣組だよ。オランダが残した行政組織のままでは日本軍の指示も県のレベルで止まり、村の隅々までなかなか浸透しない。しかも選挙区が厳しいから今後は生活事情も悪くなる。そこで軍の指示にジャワの島民全員を直ちに徹底的に協力させる組織を作り、経済統制などを実行させる。これが隣組の目的なわけね。
日本本土でもやってなかったって。同じだよ。10世帯から20世帯くらいをグループにしてノルマの連帯責任を負わせたり、お互いに監視、密告させたりしたんだよ。ああ、連帯責任。メンバー同士で叩かせるやつだな。隣組は最後の仕上げで、それより前から警棒団や青年団を作って、ジャワの人たちを組織的に動員してたの。オランダ時代よりもたくさん手を突っ込んだんだね。地元の人たちの社会に。オランダ時代と比べてジャワがどうなったか、ちょっと整理しておくよ。これは前回の動画で出てきた、オランダ時代の統治機構だね。オランダの統治は間接支配で、オランダ人の官僚は県まで、県庁は地元の貴族で、そこから先は地元のルール、慣習法が生きてた。議会に近い権限がある国民参議会もあったね。そこへやってきて、ジャワを占領した日本軍の第16軍は、国民参議会と称をなくしたの。議会の卵を潰したのか。そして、いろんな命令やノルマを上から落としたんだよ。それを末端で背負ったのが、村長の一つ下にいた、区の区長。そして、戦局が悪化した1944年、統制を強めるために、区長の下にあざ長、その下に隣組を置いて、住民全員を組織したんだよ。組織したのは分かったけど、実際には何をやらせたんだい？一番ひどかったのは、お米の矯正教室と、労務動員。米の矯正教室か。そういえば、食い物は自分で調達しろって方針だったね。日本軍は。農家の大半が、お米は自給自足で精一杯だったから、取られた分だけ食べ物が減ったんだよ。これは、日本が占領する前と後の、ジャワのお米の生産高。占領してから随分減ったんだね。増やすのに失敗したの。労務動員なんかをやりすぎて、人手がなくなったのも大きな原因だよ。で、これに対して、教室のノルマが、これだけ。収穫が減ってもノルマは増やしたんだな。しかも、余裕を持たせたり、中抜きするために、途中で積み増しされたし、米どころはノルマを重たくされたから、実際には半分以上取られたりしたんだよ。半分以上になるほど差が4だって、ちょっと極端じゃない？実例を一つ見せようか。これ、ボゴール州のノルマ。最高 100%、最低でも4割取り上げるってか。他の地域にいる日本軍の食料まで期待されたからね。ジャワはずっと人口が増え続けてたのに、1944年だけは人口が減ったの。それくらい食べるものがなくなったんだよ。ほとんど全部持っていかれて、反乱を起こした村もある。どうやってそんなにたくさん取り上げたんだい？隣組の連帯責任。区長が警棒団なんかを動員して、一軒ずつ家探ししたりもしたんだよ。警棒団。こういうところで出てくるかい。警棒団は村の警察の補助組織として作られたんだけど、警棒団長は区長が兼ねたの。こんなことまでして、食い物を召し上げたのか。さらに、人間そのものを労務者に召し上げたんだよ。これは後で話すわ。しかし、人口が減るほど農作物を召し上げたんじゃ、オランダが19世紀にやめた強制栽培制度よりひどいじゃないか。しかも、オランダが作らせたのは換金作物だったけど、日本は農民自身の食べ物を召し上げたんだよ。日本がインドネシアから奪おうとしたのは、スマトラやボルネオの石油だけじゃなかったんだね。ジャワの農産物と労働力もだよ。日本はインドネシアを領土にして、豊富な資源を永久に確保するつもりだった。青年団や警棒団で竹槍の訓練して独立戦争に役立ったって話、なかったっけ？竹槍で鉄砲の相手は厳しいんじゃない？日本軍は自分のために訓練をしてこき使っただけ。日本が戦争に負けてなかったら、インドネシアの独立もなかったのかな。最後の土壇場までまともに独立させるつもりなんかなかったよ。独立を実現したインドネシアの人たちは、こういう連中を相手にして粘ったんだよ。すごいでしょ？政治活動禁止で言論の自由もなかったから、動きようがなかったんじゃないの？大変だったよ。それをこの次に見ていこう。この人たちに登場してもらうよ。独立運動の大物、スカルノとハッタ。スカルノは国民党を作って演説のうまさであっという間に支持を集めたから、オランダ当局に危険視されて島流しになったんだよね。日本が占領した時にはスマトラに移されてたけどね。ハッタって誰だい？スカルノと2人で独立宣言に署名した人だよ。ロッテルダム商科大学ってオランダに留学したのかな？経済学で大学院まで行って留学生の団体インドネシア協会の会長もやってた。相当なインテリってことだね。そう。それで民族運動に影響力があったからスカルノと同じく島流しされてた。そこに日本軍が来て釈放されたんだな。オランダからは自由になったけど、今度は日本に縛られたんだな。協力するように強いられたってこと？2
人ともオランダが居場所を移してたんだけど、スーカルノはスマトラにいたから第25軍に妨害されて7月まで動けなかったよ。あれ、今村っていう司令官に民族の代表として祭り上げられたんじゃなかったっけ？今村中将は第16軍の司令官だよ。第25軍は手荒だったってスーカルノが自伝で言ってる。そうだった。分割統治で島を渡るのに許可が必要だったね。7月にようやくジャワに来たスーカルノは、第16軍の顧問になってたハッタと、もう一人、シャフリルという活動家と3人で、日本軍への対応を打ち合わせた。シャフリルという人も相当な大物なんだろうね。有名ではなかったけど、この時の打ち合わせが効いて、独立宣言の後で重要な役割を果たしたと言えなくもないよ。へえ、何か作戦を練ったんだな。戦争の見通しも話し合ったって。3人はこの後、この打ち合わせ通りに動いたんだけど、ここから先は次回お話ししよう。おっと、ここで切っちゃうかい。まだまだいろんなことがあったから。これでも半分くらいしか話してないんだね。デマのネタもそれだけたくさんあるんだよ。ゲローン、そりゃ大変だ。でも、日本と縁の深い国だから歴史を知っておいて損はないよ。